トライラの鈴木です。今回はチャプター2の1、図形アニメーションの作成の中で登場するキーフレーム保管法とソフトグラフについて詳しく解説を行います。この機能を使いこなすことで、アニメーションの動きをさらにレベルアップできるので、ぜひご覧ください。まず、新規コンポジションを作成します。名前を2の1にして、フル HD の5秒に設定します。次に背景を作成します。レイヤー、新規、平面をクリック。名前を BG01 にして、青色の背景を作成します。同じ色を作る場合のカラーコードは 3E2783 です。ここからアニメーションを作成します。まずは三角形を作成します。レイヤー、新規、シェイプレイヤーを選択すると、タイムラインパネルに何もない状態のシェイプレイヤー1が作成されます。現状、シェイプとしての形が存在していないので、シェイプレイヤー1レイヤーを開き、コンテンツの右にある追加アイコンをクリックして多角形を選択すると、星型のシェイプができました。次にシェイプに色をつけたいので、追加アイコンをクリックして塗りを選択すると、シェイプに色が追加されます。次にこのシェイプを三角形にします。多角形パス1タブを開いて種類をクリック。スターを多角形に切り替えます。するとシェイプが星型から五角形に変わりました。頂点の数を確認すると五角形なので5となっています。数値上をクリックして3と入力するとシェイプが三角形になりました。さらに外半径の数値を右にドラッグすると三角形が大きくなります。ここでは150と入力して大きさを設定します。三角形を作るときにこの作り方で行うとアンカーポイントが中心に設定されます。多角形ツールをドラッグで作成した場合は中心がずれてしまいますのでご注意ください。次に三角形の角に丸みをつけます。追加アイコンをクリックして角を丸くするを選択すると三角形の角が丸くなりました。続けて三角形の色をピンク色に設定します。塗りタブを開き、カラーをカラーコード FF7FB2 のピンク色に設定します。設定が終わったらシェイプレイヤー1を選択してエンターキーを押し、名前を三角形に変更します。では、ここから三角形にアニメーションを設定していきます。最初にアニメーションのスタート位置を設定します。現在のインジケーターを0秒にしてから、三角形を画面の左下に移動します。わかりやすいように位置の右側の数値をクリックして座標の数値を400、800と入力して、ここを開始位置に、そしてキーフレームを設定します。1の左にあるストップウォッチをクリックすると、タイムラインの0秒の位置にキーフレームが打たれます。このキーフレームには0秒の時に X 軸が400、Y 軸が800の位置にレイヤーがあると記録されています。続けて現在の時間インジケーターを10フレームに移動して、三角形を上に移動します。わかりやすいように縦位置の数値に500と入力します。これでキーフレームが作成されて、縦軸800から500の位置に300ピクセル上に移動しました。さらに現在の時間インジケーターを20フレームに移動して三角形をスタート位置に移動します。1の数値をスタート位置に設定した数値400、800に変更すると
キーフレームが設定されて縦軸500から800の位置に300ピクセル下に移動してスタート位置に戻りました。再生すると三角形が上に移動して元の位置に戻る動きが確認できます。これが1のキーフレームアニメーションです。開始位置と終了位置のキーフレームを設定することでアニメーションを作成することができます。続けてキーフレームを作成します。現在の時間インジケーターを1秒に移動して三角形を右上に移動します。1の右側の数字をクリックして座標の数値を550、300と入力すると、キーフレームが設定されて横軸が400から550の位置に150ピクセル右に移動して、縦軸が800から300の位置に500ピクセル上に移動しました。続けて現在の時間インジケーターを1秒10フレームに移動して三角形を右下に移動します。1の右側の数値をクリックして座標の数値を700、800と入力すると、キーフレームが設定されて横軸が550から700の位置に150ピクセル右に移動して、縦軸が300から800の位置に500ピクセル下に移動しました。続けて現在の時間インジケーターを1秒20フレームに移動して三角形を右上に移動します。1の右側の数値をクリックして座標の数値を850、300と入力すると、キーフレームが設定されて横軸が700から850の位置に150ピクセル右に移動して、縦軸が800から300の位置に500ピクセル上に移動しました。続けて現在の時間インジケーターを2秒に移動して三角形を画面の右下に移動します。1の右側の数値をクリックして座標の数値を1000、800と入力すると、キーフレームが設定されて横軸が850から1000の位置に150ピクセル右に移動して、縦軸が300から800の位置に500ピクセル下に移動しました。続けて現在の時間インジケーターを2秒12フレームに移動して三角形を右上に移動します。1の右側の数値をクリックして座標の数値を1200、200と入力すると、キーフレームが設定されて横軸が1000から1200の位置に200ピクセル右に移動して、縦軸が800から200の位置に600ピクセル上に移動しました。最後に現在の時間インジケーターを2秒24フレームに移動して三角形を右下に移動します。1の右側の数値をクリックして座標の数値を1500、800と入力すると、キーフレームが設定されて横軸が1200から1500の位置に300ピクセル右に移動して、縦軸が200から800の位置に600ピクセル下に移動しました。再生して確認します。これで1回その場でジャンプして3回ジャンプで前に進むキーフレームアニメーションができました。このキーフレームを使った動きの設定がアフターエフェクツによるアニメーション制作の基礎となります。現状では直線的なカクカクとした動きなので、ここからキーフレーム保管法を使って動きの軌道を滑らかにします。キーフレーム保管法とは、アフターエフェクツではレイヤーに2つ以上のキーフレームを打つと自動的にアニメーションします。この自動アニメーションの動きの保管方法の設定がキーフレーム保管法です。この保管法を変更することで滑らかなアニメーションを作ることができます。前方にジャンプした頂点の1秒のキーフレームを右クリックしてキーフレーム保管法を選択します。時間空間法、空間保管法、ロービングと3つの項目が出てきます。まずは時間保管法を見ていきます。プルダウンメニューをクリックすると、リニア、ベジェ、連続ベジェ、自動ベジェ、停止の5つの項目があります。大きく分けると、リニア、ベジェ、停止の3つです。リニアは通常の直線的な動きです。
ベジェは動きをイーズで滑らかにする際に使用します。キーフレームをベジェに変換するだけでは変化はありません。このイーズについては後ほど詳しく触っていきます。停止はキーフレームの形が変わり保管がなくなります。ジャンプした頂点から落ちていく動きがなくなり、停止を設定した次のキーフレームに行くと、ジャンプした後の位置にパッと切り替わるアニメーションとなります。次に空間保管法を見ていきます。アニメーションの起動そのものを保管します。プルダウンメニューをクリックすると、リニア、ベジェ、連続ベジェ、自動ベジェの4つの項目があります。リニアは通常の直線的な動きです。ベジェに切り替えると頂点の軌道がカーブします。左右のハンドルをドラッグするとカーブを変更できます。ベジェはハンドルが片方ずつ動きます。連続ベジェは左右のハンドルがリンクして動きます。ベジェと連続ベジェの切り替えは、オルトキーを押しながらハンドルをドラッグすることで切り替えられます。自動ベジェはキーフレーム間をスムーズな曲線で結び、変化をスムーズにします。次にロービング。デフォルトでは時間固定になっています。選択されたキーフレームを時間内の現在の位置に保持します。次に時間ロービング。この項目はキーフレームが均等に配置されていると効果はありません。1秒以降のキーフレームをドラッグで囲んで選択してから2秒の位置にずらしてみましょう。現状、ゆっくり上に飛んで素早く落ちるアニメーションになっています。2秒のキーフレームを右クリックして、キーフレーム保管法のロービングを時間ロービングに切り替えると、キーフレームの速度を均等に自動調整してくれます。時間ロービングは前後のキーフレームから調整されるので、最初または最後のキーフレームには適用できません。それでは実際にキーフレームを設定してみます。まずは1秒の頂点のキーフレームを右クリックして、キーフレーム保管法を選択します。空間保管法から連続ベジを選択します。
この状態で再生すると、こう描くような動きに変化したのが確認できます。同様に1秒20フレームの頂点のキーフレームにも空間保管法を連続ベジェに設定します。さらに2秒12フレームの頂点のキーフレームにも空間保管法を連続ベジェに設定します。これで直線的な移動から柔らかく移動するアニメーションに変わりました。このようにアニメーションの軌道を変更することができます。動きの速度を調整します。現在は移動の速度が常に一定な状態です。ここからイーズを使って加速や減速を表現します。イーズによる動きの設定は先ほど説明した空間保管法を使用したものです。10フレームにあるキーフレームを選択して、1秒、1秒20フレーム、2秒12フレームのキーフレームをシフトキーを押しながらクリックして、三角形がジャンプしている頂点のキーフレームを選択します。選択したキーフレームの上で右クリックして、キーフレーム補助 Easy Ease を選択するとキーフレームの形が変わります。この状態で再生すると、頂点付近で減速して滞空時間ができるような表現になります。ここから速度グラフについてお話をします。先ほどの三角形のアニメーションではキーフレームが多く動きが多いので、キーフレームを3つだけ設定した簡単なアニメーションでご説明します。再生すると、円が1秒後に右に移動して、2秒後に元の位置に戻るアニメーションとなっております。速度の減衰のかかり具合はグラフで細かく設定することができます。グラフエディターをクリックすると、タイムラインがグラフ表示に切り替わります。グラフには値グラフと速度グラフの2種類があります。今回は速度グラフを使用します。グラフの種類とオプションを選択から速度グラフを編集を選択します。位置を選択すると位置のアニメーションのグラフが表示されます。縦方向の軸が速度、横方向の軸が時間を示しています。上に行くほど速く、下に行くほど速度が遅いというグラフになっています。現在は何もしていない状態なので、グラフは直線になっています。リニアの状態で速度が直線で真横に引かれているグラフとなっているので、速度が常に一定であることを指しています。1秒のキーフレームを選択した状態で、下にある選択したキーフレームを停止に変換アイコンをクリックすると、レイヤーが1秒の位置で停止して、1秒から2秒の間はアニメーションが保管されていないので、2秒後にパッと元の位置に戻るアニメーションになります。次に0秒のキーフレームを選択した状態で下にある Easy Ease Out をクリックすると、初めは遅く、最後にかけて速くなっていく保管法となります。次に2秒のキーフレームを選択した状態で下にある Easy Ease In をクリックすると、初めが遅く、最後にかけて遅くなっていく保管法となります。次に1秒のキーフレームを選択した状態で下にある Easy Ease をクリックすると、自動的に開始点に Easy Ease Out の効果がかかり、終了点に Easy Ease In の効果がかかります。では、三角形の説明に戻ります。キーフレームを選択するとハンドルが表示されます。左右のハンドルをドラッグすると速度の減衰を手動で設定できます。ただし、今回は同じ動きを設定したいので、ハンドルではなく数値で設定します。1秒のキーフレームをダブルクリックすると、キーフレーム速度ダイアログボックスが表示されます。このキーフレームの速度の出し方は、他に右クリック、キーフレーム速度、また、ショートカットキー、コントロールプラスシフトプラス K でも表示できます。入る速度と出る速度の2つの設定が出てきます。
入る速度は選択しているキーフレームのイーズインの速度のことです。出る速度は選択しているキーフレームのイーズアウトの速度のことです。イージーイーズを設定している際、影響の数値には 33.3333 となっています。例えば、入る速度と出る速度の影響の数値に60と入力すると、曲線が変化してハンドルが先ほどよりも長くなっていることが確認できます。影響の数値を大きくすることで、イーズの効果が長く影響するようになりました。再生すると、滞空時間が伸びて勢いよくジャンプするような表現に変わりました。次に、1秒20フレームのキーフレームにも影響 60% を設定します。同様に、2秒12フレームのキーフレームにも影響 60% を設定します。このように動き方を細かく設定することができます。設定が終わったらグラフエディターをクリックして閉じます。続けてアニメーションに回転の動きも加えます。現在の時間インジケーターを20フレームに合わせて回転が始まるスタート位置を設定します。回転の左にあるストップウォッチアイコンをクリックしてキーフレームを設定します。次に現在の時間インジケーターを1秒10フレームに合わせて回転の数値を右にドラッグして三角形を右に回転させます。わかりやすいように回転の右側の数値をクリックして 0×120 度と入力するとキーフレームが設定されて0から120度時計回りに三角形が回転します。続けて現在の時間インジケーターを2秒に合わせて回転の数値を右にドラッグして三角形を右に回転させます。わかりやすいように回転の右側の数値をクリックして 0×240 度と入力するとキーフレームが設定されて120度から240度時計回りに三角形が回転します。続けて現在の時間インジケーターを2秒24フレームに合わせて回転の数値を右にドラッグして三角形を右に回転させます。わかりやすいように回転の右側の数値をクリックして 1×240 度と入力するとキーフレームが設定されて240度から1回転時計回りに三角形が回転します。最後にアニメーションの設定が終わったら回転をクリックして回転のキーフレームをすべて選択します。キーフレームの上で右クリックしてキーフレーム補助 Easy Ease を選択します。これでアニメーションの完成です。このようにキーフレームに記録したアニメーションにキーフレーム保管法やイーズの速度を調整することでアニメーションに緩急をつけることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。